こんにちは、アンナスです。今日はアンナスの雑貨の刺繍っていう本の中から、ラケット、テニスのラケットの刺繍をしようと思います。それでは手元の方にどうぞ。はい、では図案を写していきます。チャコペーパーはめくると中にインクがついているので、インクの方をこっちで大丈夫です。インクの方を下にして上から写す図案をのせて、反対の手でしっかり押さえて、待ち針留めてもいいですけど、図案を写します。はい、これで写ったので、枠をはめます。枠はこうやって外して小さい方を下にして間に布を挟んで、とりあえず金具が上に来るように枠をセットします。で、今自分が刺繍したい場所を真ん中にするといいです。なのでもうちょい真ん中ですね。これぐらいでセットしてからネジをしっかり締めます。で、割と硬くなってきたら、あとは指で伸ばして、で刺繍してるとちょっと緩んでくるんで、そういう時もちょっと指で伸ばしてピンと張った状態を保って刺繍していきます。で、この図案を今内側の線しか描かなかったんですけど、ここチェーンステッチ2列なので、外側の線描くと変な隙間ができてしまうので、内側の線に沿ってチェーンステッチをやって、でその後2周目はその1列目のチェーンに沿ってぎゅうぎゅうに詰めて刺すんで、そうすると結構その方がいい感じになります。下書きの線書いても結局消さなきゃいけなくなるんで、もう内側だけにしました。では刺繍をしていきます。使いやすい長さの65センチぐらいにカットして三つ編みして置いてるんですけど、それは別の動画で見ていただいて、刺繍糸の作り方とかで、取り方はこれで6本入ってます。よりになってるんで、この中の1本が1本取りです。で、2本取りなんですけど、2本一気に引っ張ると絡まるので1本ずつ抜いて、で針には2本一緒にセットします。で、最初はもう玉留めでいいです。なんかチェーンステッチの時は割と玉留めをやっています。サテンステッチはだいたい並縫いで始めるんですけど、もう玉留めで大丈夫です。ではこの内側のこのラインに沿ってチェーンステッチを始めます。まず出します。で、同じ穴に刺してチェーンのサイズ頭を出して、だいたい 2mm ぐらいです。2本取りだと 2mm ぐらい、6本取りでやっと 3mm か 4mm かぐらいになるんですけど、で、糸をかけます。で、上に引っ張ります。これ下に引っ張ると輪がなくなるので、必ず上に引っ張ります。で、続きをするときは輪の中に針を刺して、さっきのサイズですね、 2mm ぐらい頭を出して糸をかけます。で、上に引っ張る。これの繰り返しなんですけど、1回ずつ糸をかけると手数が増えて結構時間がかかるので、こうやって糸をセットしておいて、輪の中に針を刺して 2mm 頭を出して、もうこのまま上に引っ張るとこれでチェーンの続きができますっていう感じで、こうやって楽にチェーンステッチをやっていくと早くできます。こんな感じで一周刺繍していきます。
はい、で最後ですね、この1周ぐるっと終わった後、最後1粒っていう時に、コツがあります。ここの一番最初に作った1粒のところに、布を触らないで、布と糸の間にこうやって横に針を通します。で一番最後に作った穴に刺すと、これでチェーンがどこから始めたかわからなくなります。ナチュラルな感じですね。ではこれで同じように2列目を埋めていきます。はい、これで糸がちょっともうなくなってしまったので、新しい糸に変えます。裏の糸に2回ほど絡めると、絡まって止まります。今ちょっと糸が取れてしまいました。もう1回これで絡めて、心配な方はぐるぐる何回も絡めてもらってもいいです。では次がここの V のところですね。V のところもちょっとやり方にポイントがあります。行って帰ってでもいいし、チェーンステッチっていうのは同じ方向に全部刺すと目が揃って綺麗なんですけど、時と場合によって行ったり来たり U ターンして帰るっていうやり方もやります。まず1列作りました。で同じ方向に刺すと目が揃って綺麗なんですけど、今回は、そこをこだわるよりも、ここがこうナチュラルにこの丸いのと V のところがナチュラルにくっついているっていうのが結構ラケットとして重要なところなので、逆にします。逆に行きます。このまま戻っていきます。はい、これで最後の一粒になったら普通にチェーンステッチをして、で普通チェーンステッチを終わらせる時って輪の外側に針を刺すとこれで止まるんですけど、この刺す場所をちょっとだけ遠いところ、ストレートステッチっぽい感じでこうやってやると、ここが滑らかにこうカーブから滑らかに V に行くみたいな感じになるので、ここはちょっとそういうのを意識してやるとうまくいきます。じゃあ反対側も同じようにやっていきます。はい、これで出来上がりで裏に絡めます。で次が、この後ラケットの中やってもいいし、持ち手つけてもいいし、その番号として書いてるのはここの柄のところが3番なんで、次を3番をします。でも順番としては1つ作ったらそれに対して差し広げていけばいいので、持ち手でもラケットの網のところでも、どちらでも大丈夫です。この柄は入れても入れなくてもどっちでもいいです。なんか私が参考にしたラケットがここにこういう柄が入ってたんで柄を入れただけなので、皆さんはご自分の、ラケットがもしあればそのラケットの模様を再現してもいいかなと思います。裏に絡めます。玉留めでもいいんですけど。
でこのチェーンステッチをこうやって端から端までこうなんて隠すっていうか、なんかそういう感じで何本か入れていきます。まあこれぐらいですかね。で裏に絡めて、で次が黒で持ち手の部分をサテンステッチでやっていきます。これもどこか裏に絡めて、でそのラケットの茶色い部分をこうやってちょっとかぶせて、この端っこが結構ねチェーンステッチってガタガタするんですけど、そこを隠すような感じでちょっと上にかぶせると綺麗にいきます。でここはチェーンステッチじゃなくてサテンステッチにしたのは、なんか持ち手のところってテープを巻いているので、テープを巻いている感じってやっぱサテンステッチの方がこう雰囲気が出やすいかなと思ってサテンでやっています。で細くて長いものって結構難しいんですよね。だんだん向きが変わっていったりとか、幅が細くなったり太くなったりするんで、今みたいにガイド線を入れておいて、で戻って間を埋めていくと刺しやすいです。黒なんで割と刺しやすいとは思うんですけど、あんまりステッチの目が目立たない色なので、こんな感じで、なんかすごい遠いところにガイド線入れてもあんまり意味がないので、 2,3 針先にガイド線を入れて、で間を埋めるってやっても、前のところでなんかちょっとここがへこんでるなみたいなのが多分出てくると思うんで、そういうところはちょっと戻って足してもいいです。そうしながら、修正しながら埋めていきます。はい、では裏に絡めます。では次、3本取りです。3本取りでバスケットステッチです。でバスケットステッチはなんか詰めてやるとその本当のバスケットみたいに見えるんですけど、今回は編みなのでちょっと隙間が空いています。なので図案は一応ちゃんと書いてあるんで、この通りに刺してもらえればなんか多分それっぽくは見えると思います。まずここに1本入れます。でこう入れて近場からこう刺す。サテンステッチの場合、例えば右から出したらぐる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 ずっと右から出す右から出すっていう風にやっていくんですけど、バスケットステッチの場合はあんまりその右から出すっていうことは決まってないです。なんかどっちから出してもいいので、ってことは糸がすぐあっという間になくなるんで、ちょっと節約して使いたいなっていうのもあるんで、
右から出して左に入れて、左から出したら今度右に入れる、こう行ったり来たりでいいと思います。なんか裏が全然こんな渡り糸がなくて、右左右左っていう感じですね。はい、で次が編んでいきます。だから縦入れといて横に編んでもいいし、横に入れといて縦に編んでもどっちでもいいです。向きを途中で変えればいいだけなので。で編む時は上下上下って編むので、上下上下、布を触らないで糸だけ通していきます。でさっきと一緒で、また出して、ここが下なのでこれ上ですね。なんか交互に違った交互になるように、だからここが上ですね。こう上下上下、さっき上下上下ってやったのと逆になるように、なんかバスケットなんでバスケットを編んでいく感じ、バスケットステッチなんでバスケットを編んでいくような感じで上下上下で、糸が結構こうよれちゃうんで、これ糸を割ってますね、ここね。そういう時は戻って糸割らないように、布と糸の間に入れるんですけど、結構針の先が尖ってるんで難しいですね。なんかこうなる人は、私もそうなんですけど、下でしょ。なんかこの糸の針のお尻の方、糸を入れている丸い穴の方を使うと糸を割りにくいです。でちょっとこう整えて、ちょっとこう糸が出ているので裏から引っ張ってみます。はいできました。はい、これで裏に絡めて、はい、裏は全然ね糸渡ってないですね。もうそれでいいです。サテンステッチの場合は裏のこと気にしないで右から左からとか決めて同じ方向から出した方がいいですけど、バスケットの場合はもうジグザグいってもらって大丈夫です。はい、では、ラケットだけでも全然可愛いんですけど、せっかくなのでボールを刺していきます。でボールはちょっと細かいです。でサテンステッチの幅もすごく短いんですけど、もう諦めずに頑張って刺していってください。最初の刺し始めはサテンステッチの場合は玉留めをしないでこうやってちっちゃい波縫いを面の中に入れて、糸が渡っている上にザクッと刺します。一つ前の穴とかに刺すといいですね。で出てるところはハサミで切ります。で刺す向きなんですけど、図案に書いてある通りこの向きで刺さないと溝がうまく出てこないので、溝っていうのはサテンステッチをだけで一色でこのボールを表現するんですけど、ここにこう溝を作りたいんですね。なので
この向きじゃないと綺麗に溝が出ないです。まず1本基準を入れて半分ずつ埋めていきます。はい、上半分までいったら下半分も続きを刺していきます。はい、これで今度この周りを小さいサテンステッチで埋めていきます。で、同じ穴に刺してください。ここの際のところは布を見せないように、さっき刺したサテンステッチと同じ穴に刺す。だから糸を割って刺したらロング&ショートになるんで、かといって溝を作るからといってちょっと隙間を空けると変な溝ができてしまうので、サテンステッチ全般そうなんですけど、こういう感じで同じ穴に刺すと綺麗に溝ができてきます。ここは割と丁寧に一気にすぐ行かないで、割と真ん中ら辺まで行ってから一気に行きます。で、反対側も埋めていきます。はい、ではこれで裏に絡めてお水で図案を消します。こうやって濡らすだけで消えるクロバーのチャコピーを使っています。いろいろチャコペーパーはあるので、そのパッケージに書いてある消し方で消してください。で、あとは自然乾燥とか、アイロンかけたりする時もあるんですけど、いろいろです。せっかくなので、雑貨の刺繍の本に載せていた、実はここの目次のページにここに載ってるんですけど、ほとんど写ってないんで、せっかくなのでちょっと YouTube で、これです。これを作ってここに置いてたんですけど、もうほとんど喉のところですね。ほとんど写ってないんで。でもこれすごい可愛くできたなと思うんで、なんか使ってもらえると、作ってもらえると嬉しいです。これネットショップに売ってます。向きがちょっと違いますね。図案は中のページに入っているんで、はい。なのでぜひよかったら刺繍してみてください。以上です。いかがでしたか？チャンネル登録といいねボタンをよろしくお願いします。それではさようなら。